はい、ということですね、オクラと、パプリカ冷凍し終わりました。食材に直接この液体の出汁をかけることでですね、解凍スピードはでこの酸味もあってですね、この風味もハーブの風味もいいかなと。冷凍 OK! はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何をやるかと言いますと、だし解凍アレンジ、オクラ&パプリカ、冷凍方法&解凍方法をご紹介します。私の以前の動画でもですね、だし解凍というものを紹介しました。でこれはですね、冷凍した食材にめんつゆとかだし液体をですねかけることで味付けをしながら解凍するという。で火を使ったりもしないので味も入りつつも解凍も進んで、しかも最後冷たく仕上がるんで、本当に冷たい料理には本当にうってつけという感じですね。で今回はですね、オクラとパプリカを使っただし解凍レシピをご紹介したいと思います。オクラを冷凍するところからやりたいと思います。でオクラはですね、産毛があるので、オクラ同士でこうやっていただくと、産毛も取れたりもしますね。気になる方は板ずりしていただいて、丁寧に取ってもいいんですけども、個人的には少しぐらい残ってもいいかなと思ってます。オクラもですね、皮がすごい柔らかいものもあるので、そういったものはそのまま冷凍してもいいんですけども、やっぱ硬いものもあるので、基本的には茹でて冷凍していただくといいかなと思います。で沸騰したお湯にですね、塩を入れてですね、塩茹でします。で茹でるって言っても軽くでいいんですね。色がちょっと緑色鮮やかになったなとかいうぐらいでよくて、軽くで OK ですね。塩茹ですることでですね、ちょっとこの旨味も中に閉じ込められてですね、あと冷凍保存した時にやっぱ長持ちしやすくなるっていう良さもあります。これお湯を捨ててですね、で水をかけます。で一気に冷やすってことですね。氷水とかあればですね、できれば、しっかりと冷やしてもらうといいかなと思います。キッチンペーパーでこう軽く取ってもらえれば OK ですね。一本一本几帳面にもちろん取ってもいいんですけども、簡単にこんな感じで OK ですね。封を閉じてですね、中の空気、できるだけ追い出して、で封を閉じます。でこれで冷凍して冷凍オクラにするという感じですね。で次はですね、パプリカの冷凍方法をやりたいと思います。半分に切って、この種の部分を取ってもらえればと思います。で今このパプリカ、種取って水洗いをしました。こういう状態ですね。1センチぐらいに切ったらですね、これ縦を半分にカットします。小さめでちょっとバラバラと、1センチぐらいの幅で、冷凍しておくと結構使い勝手が良くて、おすすめですね。はい、ということでね、こんな感じで、空気を抜いて、封も閉じました。でこの状態で冷凍していきます。じゃあこれをですね、冷凍したいと思います。ということですね、オクラと、パプリカ冷凍し終わりました。こういう風にねストックしておけばいろいろ使えて、本当におすすめかなと思いますね。でオクラは冷凍ストックしておくと本当に便利で、このまま炒め物にしてもいいですし、カットしてお味噌汁に入れたりとかもしてもいいですね。こういう風にすぐ使える状態で、冷凍しておくと、すごく便利ですね。今回はですね、中華風の、おひたしにしたいと思います。食材に直接この液体の出汁をかけることでですね、解凍スピードは本当に早まるんですね。でしかも解凍している間に、味も染み込むということで非常におすすめですね。醤油を小さじ2入れます。ごま油を小さじ1入れます。鷹の爪、1本分ですね、刻んだもの、これも入れます。ちょっとピリ辛にしますね。全部調味料、入れましたら、ちょっと軽く揉んで、この液体も混ぜてもらえればと思いますね。でこの後はですね、この封を閉じて、中の空気
追い出して、でまた口を閉じるということですね。でこのまま、30分ぐらい置いていただくと、美味しく食べることができますね。でそれ以上放置する場合はですね、やはり冷蔵庫に移していただいた方がいいですね。ということですね、もうしっかりと解凍できました。でやっぱこう触ってみると本当に冷たいので、もうひんやりおひたしが楽しめるという感じですね。でちょっと見栄え的にこのカットしたオクラものせたいと思います。溶かしたスープありますので、これもかけて、ひんやり感を出してもらうといいかなと思いますね。で最後はお好みでこのいりごまですね、ちょっと振っていただくといいかなと思います。これで冷凍オクラを使った、中華風のおひたし完成です。でこちらパプリカ冷凍したものですね。パプリカもですね、もうほんと冷凍しておくとすごく便利で、特にパプリカ彩りがいいので、ちょっと彩り足したいなって思った時にも使えるのはやっぱいいですよね。で炒め物にしてもいいですし、炒め物はですね結構水が実は出てくるんですけども、ちょっと長めに炒めていただいて、水分飛ばしていただくと、その後はですね結構パプリカの甘みも引き立って結構美味しいですね。で今回はですねこれもだし解凍なんですけども、今回はですねちょっとあえてマリネにしようと思います。でこれを使って、冷たくひんやりとしたマリネを、作りたいと思います。でここにまずこのすし酢を入れます。凍ったところにダイレクトで入れちゃいます。でここにですねさらにこれは普通のお水ですね、お水も同じ量 100ml 入れます。さっぱりとしたい方はですね、このオリーブオイルなしでもいいんですけども、これ加わるとより本格度も増しますので入れてもらえればと思います。でこれで以上でもいいんですけども、今回は本格度を増すということで、ローズマリーですね、香りを出すということで、ローズマリーを、少し加えます。これはなくてもお好みで入れても入れなくても OK ですね。あとはご自身が好きなハーブとかがありましたら、それを使っていただいても OK ですね。この混ぜていただいてですね、しっかりと混ざるようにしてもらえればと思います。で中の空気を追い出してですね、で封を閉じるということですね。大体10分から20分ぐらいでもう OK ですね。で半解凍、要はちょっと凍った冷たいぐらいでもですね、夏場なんかは本当特におすすめなので、凍ったまま食べても OK ですね。じゃあこちらもう解凍できました。で本当触ってみてもですね、もうキンキンに冷えてるので、本当に冷たいマリネっていうのを楽しめるのがいいかなと思いますね。でこれはですねもうこのままドバドバっと入れちゃって OK ですね。冷凍パプリカを使ったひんやりマリネの完成です。ということでね、出来上がりました。冷凍ストックしておけばですね、ほんと出汁をかけるだけでもう簡単に一品できちゃうんで、全然苦労しなかったんですね。では早速オクラの方を食べたいと思います。じゃあいただきます。やっぱりだし解凍は本当にひんやりしっかり冷えてるっていうのがやっぱりいいですね。でこれオクラのおひたしとしてすごく冷えてて美味しいですし、あと鶏ガラとごま油の香りもしてですね、すごくいいですね。で次はパプリカ食べます。いただきます。彩りがね本当に見た目も本当にいいなと思いますね。でこの酸味もあってですね、この風味もハーブの風味もいいかなというふうに思いますね。もうこれがね本当に解凍するだけほっといただけで出来上がるっていうのがやっぱいいかなと思います。はい、ということですね、今回はだし解凍アレンジオクラ&パプリカというのをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。だし解凍はですね、私の他の動画でも紹介しているので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。小松菜とピーマンのだし解凍も紹介してますし、で今回はオクラとパプリカなんで、ぜひね試してもらえればと思います。今日はですねめんつゆとは和風だしではなかったんですけども、オクラとかパプリカもですね、和風だしでだし解凍しても美味しいので、これもぜひね試していただければと思いますね。でやっぱりだし解凍の魅力は、冷たく仕上がるっていうところですね。だからだしをあらかじめ冷蔵庫で冷やしておいたりとか、もしくはおひたしにした状態で冷蔵庫に入れて冷やしておくとか、そういった手順がいらないんですね。冷凍したものってやっぱ解凍がめんどくさいとか、
解凍すると美味しくないんじゃないかとか、そういったことも言われるんですけども、これはむしろ冷凍してある、凍ってあるってことが、冷やすってことにつながるところがやっぱ魅力かなと思います。で、何より本当に調理が簡単ということなので、やっぱ冷凍ストックさえしておけばですね、普段料理して、今日のご飯をですね作ろうっていう時に本当に放置しておくだけで簡単に作れるというところがだし解凍の魅力かなと思います。で、あとはですね、何か皆さんもこのだし解凍で質問があればぜひコメント欄にコメントをお願いします。こんな感じでこの冷凍チャンネルですね、おすすめの冷凍食品紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。